こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者が通訳の勉強を始めてみて気づいたこと5つについてお話ししたいと思います。私はですね、毎年何かかにか新しいチャレンジというのを見つけてやってみるというのを習慣にしています。2020年の一大チャレンジは私にとっては YouTube チャンネルの開設でした。で、皆さんにこうやって応援していただいたおかげでここまでチャンネルが大きく育つことができて、本当に皆さんのおかげでありがとうございました。 YouTube のチャンネルっていうのも引き続きこれから育てていこうとは思ってるんですけれども、2021年を迎えるにあたって今度何か新しいチャレンジは何をやろうかなって考えた時に、2020年の活動報告っていうビデオでもお話をしたんですけれども、通訳の勉強をしてみようかなっていうふうに思いました。それで2020年の12月からですね、週に1回オンラインで通訳のコースっていうのを取り始めました。それで今ちょうどそうですね、2ヶ月ぐらい経ったっていう感じなんですけれども、だからまだ2ヶ月だから全然上手にはなっていないんですけれども、でも翻訳者として通訳の勉強をしてみて、いろいろと面白い発見もあったので、今日はひょっとしたらこのチャンネルを見てらっしゃる方はね、翻訳だけじゃなくて通訳の勉強もしたいって思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思うので、私なりの気づきというのを、皆さんと5つほどシェアさせていただけたらっていうふうに思います。まず、1つ目、これは私はすごく自分で今まで誤解してたことなんですけれども、通訳者さんっていうのが全員社交的なわけではないっていうのは私すごいびっくりしました。私が思い描いている通訳者のイメージっていうのは、いつも人前に出て堂々としていて、それではっきりと話をして物おじしないでね、で堂々と話しているっていう印象がすごく強かったので、通訳者さんっていうのはみんなこうアウトゴーイングでね、社交的でね、こう人と交わるのが好きで、お家で仕事をしてね、地味な生活を送っている翻訳者さんっていうのとは根本的に違う人種だっていうふうに思っていたところがあったんですけれども、実際に通訳者さんとか通訳業界っていうのにちょっとだけ足を踏み入れてみて、でいろんな通訳者さんとお話をしてみて気がついたこと、通訳者さんの中にも私はそんなに人とこう交わるのが好きではないとか、そんなに私は社交的ではないですっていう方が意外に多くて、それはすごい私としてはびっくりしました。もう考えてみれば通訳者さんもある意味2人の間に立って、そのコミュニケーションがちゃんと取れてるかどうかっていうのを間を取り持つっていう意味で、ちょっと黒子的な立場であるっていうのは翻訳者と同じで、そういう意味では翻訳者と同じようにちょっと職人的な意識を持って仕事に臨んでいる方が多いんだなっていうのが今回初めて分かったんですけれども、それを知らないで翻訳業界からのみ通訳者さんの世界っていうのを見てるとすごく堂々としてお話をされてるので、そういうところが私としては知らない世界だったので、いろいろとこう自分にはできないだろうっていろいろ思い込んでた節もあって、こう遠巻きに見てたっていうかね、で分かんないから外から見てるっていう感じだったんですけど、実際に中に入ってみたら全然思っていたのと違うなっていうことがあるんだなっていうのが分かって、それは自分としてはすごくびっくりしました。2つ目はですね、私今まで通訳者さんってこれを英語にしてとかこれを日本語にしてって言われたらもう全然躊躇せずにベラベラと言葉が出てくる人たちなんだろうっていうふうに勝手に思ってたんですけれども、そうではなくてですね、通訳者さんも本番ではああいうふうに堂々といろいろ喋ってるけれども、実は事前にものすごい涙ぐましい努力をして資料を読み込んだりいろいろと勉強をして本番に備えている人たちなんだなっていうことが分かりました。これもひょっとしたらプロの通訳者さんが見たら、私の勘違い、あまりにも初歩的な勘違いで笑っちゃうっていう方も多いんじゃないかなと思って、ちょっと恥ずかしいぐらいなんですけれども、でも本当に今まで通訳者さんっていうのは翻訳者と違って残業もないしね、通訳の仕事が終わったらもうそれで終わりだから、お家に持って帰って残業をするっていうこともない。それに引き換え翻訳者さんっていうのは一回納品したとしても後からお客さんに手直しを求められることもあるし、仕事の手離れが悪くて一回提出してしまった仕事であっても後からずるずると引きずってね残業になってしまったりとか、あと予定通りに仕事が終わらなくて
でつい夜更かしをしていわゆる残業みたいになってしまうっていうことが多いというふうに思っていたんですけれども、翻訳者っていうのは確かに残業がある仕事ではあるんですね。でだけど通訳者さんっていうのは翻訳者以上に予習が大切な仕事なんだなっていうのがよく分かりました。もちろん翻訳者も資料を渡されて翻訳する上で参考にしてくださいって言われることはあるんですけれども、翻訳者の場合は事前にじっくりと資料を読み込んで内容や背景を頭に入れておかなくても作業を進めながら一緒に資料を読んで勉強していくっていうことが可能なんですけれども、通訳者さんの場合は本番に出たらそんな資料を見てる時間はないので、事前にものすごい時間をかけてる人たちなんだなっていうのが分かりました。だからやはりロボットではなくて、どんな風に聞かれても答えられるようにじっくりと準備をしている人たちであるということだから、その場でパッと出て仕事を終えてパッと帰るってそういうようなだけではなくて、実はものすごい涙ぐましい努力をしていらっしゃる方たちなんだなっていうのが分かりました。これを通訳者さんの方が見てて、この人全然私たちの業界のことを知らなかったんだなって思ってるかもしれない。もしそうだったらすいませんなんですけど、そういうところがすごい私の勘違いっていうのが訂正されてよかったなっていうふうに思っています。3つ目はですね、通訳の仕事であっても翻訳の仕事であっても語学力がしっかりあって文法の知識がしっかりとなければ務まらないっていう点ではすごく似ている部分があると思いました。通訳であっても翻訳であっても、例えば過去分詞が形容詞的に使われている表現であったりとか、その場で聞いてて即座に普段とは違う使われ方をしている表現であったりとか、あと一つの表現の中にいくつか複数の解釈ができる表現であったりとか、そういうような文章に出くわすっていうこともよくあることなんですね。でそれを瞬時にこれはこういうパターンだとかね、こういう解釈なんだっていうふうに瞬時に判断して、でそれを的確に伝えなければいけないっていう部分は同じなんですね。それは通訳はもちろん話す、で翻訳は書くっていうところがそこが違ってるんですけれども、基本的な文法の知識がないと正しい文章が作れないっていうところでは同じなので、基礎っていうのは本当に通訳になるにしても翻訳者になるにしても大切なんだなって、そこは同じなんだなっていうのが分かりました。で4つ目はですね、翻訳者という立場から通訳の勉強をするときに難しいなと思うことについてお話ししますね。翻訳者っていうのは時間制限がない、もちろん締め切りはありますけど、時間制限は通訳者さんに比べたらその場でパッと言わなきゃいけないっていうことがないから、とことん資料とか辞書であったりとかネットであったりとか参考書であったりとかをとことん調べて、石橋を叩いて渡るみたいな、石橋をもう何回も何回も叩いて、そして的確な表現を見つけ出して文字にするっていう仕事なんですけれども、通訳者さんっていうのはお客さんが目の前で待ってる中で言葉にしなければいけないので、翻訳者に比べると時間的な制限がありますね。なので、翻訳者の感覚からしたらですよ、翻訳者の感覚からしたらちょっとこんな見切り発車でいいんだろうかぐらいの状態で言葉にして伝えなければいけないっていうところが違うなっていうふうに思いました。翻訳者の視点から見たらこんなに見切り発車でいいんだろうか、ひょっとしたらもっといい表現があるんじゃないだろうかって頭の中でね思いつつ言わなければいけない。翻訳者としてはそんな保証できない、そんなに調べ尽くしてない、保証できない状況で発言していいんだろうかって思う。だけど通訳者さんはそんなに時間かけてられないから、ある意味清水の舞台から飛び降りるような度胸が必要っていうか、翻訳者から見たらねひょっとしたらもっといい言葉が後から出てくるかもしれないけどとりあえず言ってみるみたいな、翻訳者から見たらすごく勇気がいることをやっているっていうふうに思いました。翻訳者が通訳の勉強する上ではこれから力を入れて勉強していかなければいけない部分だなっていうふうに思いました。通訳者さんの方っていうのはだからもうとにかく言っていろんな言い方を試してみたりとかね、翻訳者はもうこれって決めたらその一語っていう感じでずっと使い続けなければいけないっていうのがあるんですけれども、通訳者さんっていうのは状況とかを見ながらいろんな言い方をしたりとかっていうこともできるみたいなので、そういうところがちょっと翻訳者と通訳者とでは違うなっていうふうに思いました。そしてもしこれからもう私がね翻訳者として通訳の勉強してってで見切り発車で言葉にするっていうことにこれからだんだん慣れていくときに気をつけなければいけないのは、その見切り発車の状態っていうのを翻訳に持ち込んではいけないっていうふうに思いましたね。
翻訳する時にはやはりこういろいろと調べ尽くしてこれが一番っていう風に絞り込んだ言葉を言えるように言える状態っていうのをキープしないといけないので、通訳と翻訳の仕事をこうちゃんと切り替えられるようにするっていうことを意識するっていうことがすごい大事なんじゃないかなっていう風に思いました。で、5つ目、やはり通訳者さんっていうのはいろいろと話さなければいけない仕事なので、翻訳者のようにこう調べれば分かるとかっていうだけじゃなくって、メモ取りノートテイキングであったりとか、そういう読んで書くだけではない新たなスキルっていうのを身につけなければいけないんだなっていうふうに思いました。で、それはこれからおいおい勉強していこうっていうふうに思っているんですけれども、だから基礎の部分は同じなんだけど、通訳者さんっていうのはやはり話す仕事だから、話していく上でこう効率的に状況を把握して言葉にするっていう練習で、そんな中でメモ取りであったりとか、いろんなねスキルをこれから覚えていかなければいけないっていうのはすごく痛感しました。そんな感じで今のところ2ヶ月ぐらい勉強してきてるんですけれども、私としてはすごく面白い、楽しいし、今後も続けていこうというふうに思っています。で、そういうふうに自分がこう学習する立場になって思うのは、なんていうのかな、今まで通訳者さんとはあまり接点がなくてですね、遠巻きに眺めてた部分もあったんですけれども、やはりこう業界にいらっしゃる方とこう机を並べて同じ空間で話し合いをしたりとか、アドバイスをもらったりとかっていうのはすごくいい経験だなっていうふうに思っています。一番いいのはですね、今までこう全然こう接点がなくて自分には関係ないと思ってたっていうのが、なんとなくこうそういう業界にずっといて、そしてこういうこともあったよ、ああいうこともあったよっていうのをこう日常生活のありふれたエピソードみたいな感じで話を聞いてるとですね、なんとなく全然今まで接点がなかったんだけど、ひょっとしたら同じ空間にいるっていうだけで自分もひょっとしたらできるのかもしれないっていう気分になってくるんですよ。なんか今まですごく異質なものだったのがそんなに異質な感じがしなくなってくるっていうか、言ってみればあれですよね。お父さんの仕事を子供がそのまま引き継ぐっていうのも、全然関係のない業界から来る人だったら全然そんなのは考えられない。例えば芸能人で、ね、2世の芸能人とかね、お医者さんの子供がお医者さんになるとか、そういうようなのも多分普段からこう身近にいる人たちがごく当たり前のことのように話してるのを聞いてるうちに、ひょっとしたら自分もそんなに無理なく自然にできるのかもしれないって思うようになっていくのかもしれません。私もそんな感じでこうやっていろいろと普通にね、通訳者さんに囲まれているだけでなんとなくこの人たちに教えてもらいながら同じ空気を吸って勉強していけば、自分もいつかはできるようになるかもしれないっていうふうに思えるっていうところがすごく自分的にはありがたいなと思っていて、これからもちょっとしばらく続けてみようというふうに思っています。通訳者としてデビューするまでにどれぐらい時間がかかるかわからないんですけれども、またいろいろな気づきがあったらシェアしたいなっていうふうに思いますので、皆さんももし通訳者さんの勉強してらっしゃる方とか、翻訳者の勉強してらっしゃる方とかの中で、実際に勉強始めてこういう気づきがあって面白かったよっていうような体験談とかがあったら、ぜひコメント欄に書き込むなり、Twitter なり、そういうようなところでシェアしていただけたら嬉しいです。今回は翻訳者が通訳の勉強をしてみて気づいたこと5つについてお話ししました。翻訳の勉強をしていらっしゃる方、また通訳の勉強をしていらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.